本日はご対応の中、あなたの居場所2024年度活動報告会、望まない孤独のない社会の実現に向けてに、多くの皆様にご参加いただき、誠にありがとうございます。司会を務めさせていただきます、NPO 法人あなたの居場所の小倉と申します。本日、この場にお集まりいただいた皆様に、心よりお礼申し上げます。日頃から私たちの活動を温かくご支援くださっている寄付者の皆様、自治体、政府関係者の皆様、そして企業の皆様、また今回が初めての方も、こうして活動を共有できることを大変心強く感じております。皆様とつながれていること自体が私たちにとって大きな力となっています。私たちのもとにはこの1年間、40万件を超える相談が寄せられました。その数字の裏側には、一人一人の望まない孤独と向き合ってきた私たちの軌跡があります。本日の報告会が日本の孤独孤立の現状を理解し、今後の社会の在り方について皆様と共に考えるきっかけとなれば幸いです。続いて、ご参加にあたっての注意事項をご説明させていただきます。まずは、通信、音声トラブルについての注意事項です。通信環境により、映像や音声が乱れる場合がございます。通信が固まった場合は、通信環境の安定した場所に移動し、ブラウザの更新、または再入出をお試しください。音声が聞こえない場合は、ご利用のデバイスやイヤホンの音量設定をご確認ください。次に、録音についての注意事項です。本イベントは事務局にて録画いたします。参加者の方の顔や個人情報は公開されませんので、ご安心ください。また、参加者の皆様によるイベントの内容の録画、録音、スクリーンショット撮影はご遠慮ください。それではここで本日のプログラムをご紹介させていただきます。本日は2部構成でお送りいたします。まず第1部では、2024年度活動報告と題しまして、NPO 法人あなたの居場所理事長の根岸正和が登壇し、この1年間の私たちの活動成果をご報告いたします。2024年度の年間相談件数41万件に関する相談者の属性や相談内容の傾向といった具体的なデータをもとに、この1年の活動成果を分かりやすくご報告いたします。また、望まない孤独のない社会を実現するための様々なアプローチについてご紹介し、多角的な活動の全体像をお伝えします。その後、10分間の休憩を挟みまして、第2部では、参加者の声に応える相談支援の現場 Q&A を行います。実際に現場で相談支援を行っている職員が登壇し、事前に参加者の皆様から募集した質問に直接お答えします。年間41万件を超える人々の孤独に日々寄り添う中で見えてきた社会の課題や、活動を支える仕組みの舞台裏など、普段なかなか聞くことのできない生の声をお届けします。最後に終了時間についてですが、本日は21時頃の終了を予定しております。最後までどうぞよろしくお願いいたします。それでは大変お待たせいたしました。第1部2024年度活動報告に入らせていただきます。メディさん、よろしくお願いいたします。はい、承知いたしました。ちょっと今画面を取ります。はい、では皆様、こんばんは。あなたの居場所理事長の根岸でございます。
本日はですね、約170名の方に参加いただいていると聞いております。順次ご参加されると思いますが、45分間お付き合いください。本日はですね、今、小倉さんがおっしゃっていた通り、支援者の方、具体的には寄付者の方、そして私どもの、居場所相談員、世界中にいる居場所相談員の方、そして関連機関、これは企業様であるとか、自治体様であるとか、NPO を含めた支援団体様、そして政府関係者の方にご参加いただいております。本当に、このような時間帯にですね、ご参加いただきまして、誠にありがとうございました。で、本日私のですね、45分はですね、このような7つの項目で進めさせていただきたいと思います。では、早速ですが、始めさせていただきます。前段でですね、小倉さんが、おっしゃっていた通り、今ですと皆さん、私たちにどれぐらいの相談が寄せられるとお考えですかね。現在、1日1000件ぐらいですね、の相談がありまして、約1.3分に1件の相談が来るような状況でございます。で、まず最初にですね、私どもにご相談いただいた相談者さんに、毎回アンケートをしております。で、すべての相談者さんにお答えはいただいてないんですが、非常に私たち相談員が頑張るという気持ちになる温かい言葉がありましたので、4つほどご紹介させていただきます。ですね、約5人、4人の相談者さんからのお声になります。すべては読まないんですが、一番上、死にたかったけど思いとどまれたという相談者でした。で、この方はですね、自分の気持ちを整理したくて私どもに、相談をいただきました。で、チャットが終了後にはですね、やはり孤独感が募るといった思いもあるんですけど、その時に私ども相談員とのやり取りのチャット層を読み返すことで、自分の気持ちの整理ができて、冷静になりましたという、このような感謝をいただいてます。で、二つ目はですね、辛い気持ちを聞いてくれる人がいる。それが安心感につながるという内容でございました。で、私ども24時間365日、いつでも誰でも年齢や性別に問わずご相談いただけるような窓口を開設しております。で、身近にですね、信頼できる人がいる方は、その方へいろいろ悩みや、困りごとを相談することができると思うんですが、その場にいない場合はですね、私どもに相談いただくケースが非常に多ございます。で、そういった方にとっては、私たちの窓口が、辛い気持ちを聞いてくれる、そんな窓口になっているのではないかと考えております。で、お三方目、相談できる人がいると知り、不安が軽減された。やはりですね、私自身もそうですが、人はライフスタイルの中、ライフステージの中で、いろいろ悩みを抱える場面があります。で、その時に身近に誰かがいれば、その方に相談ですが、やはりなかなかいらっしゃらない方もいる。そして今の、社会の状況を踏まえるとですね、なかなか人に悩みを簡単にお話しすることができない。そんな時に頼ってくれるのが、頼れる場所がいるというのが私たちかなと思ってます。はい。では最後はですね、とても優しくて温かくて安心した、そのような声をいただいています。相談員はですね、基本、傾聴をベースに、その相談員の相談者に寄り添ってですね、相談を進めてます。で、約40分間相談に乗った後、非常にスッキリしたであるとか、自分の悩みが、整理された、そのようなお声をいただいてます。で、宣言の相談が1日ある中で、やはりこのようなお言葉がですね、非常に私たちの力になっている、そんな現状がございます。少しですね、皆さんにどのような相談があるのか、そしてその相談を終わった後にですね、さんがどのように思ったか、そこをちょっと、ご紹介したく、このパートを持たせていただきました。ではですね、ここからが本番なんですが、2024年度の主な活動を4つの観点でお伝えしたいと思います。チャット相談、ウェルネスサポート、ソーシャルアクション、連携、共同になっております。この順番に進めさせてください。
まずチャット相談。私ども2020年3月に窓口を開設しました。私自身もこの年にですね、一ボランティア相談員として、入りました。で、そこからですね、年々相談件数は増えてきておりまして、悩んだ時に信頼できる、そのような時に頭に浮かぶ皆さんの相談インフラとして確実に認知が拡大できているのかなと思っております。で、棒グラフでですね、2020年からここにお示ししておりますが、一部2024年に関しては、私たちに相談いただくご相談をですね、よりしっかりとした形でシステム上で反映するというところで、システムの改修を一部実施したため、少しですね、基準が違うんですが、どちらにしても、このような相談ボリュームで私ども毎日のように相談対応をしている、そのような状況でございます。で、ここから少し深掘りをしてまいります。私ども、厚生労働省支援情報検索サイト登録窓口の、SNS チャット相談のところに私どもの窓口が載ってございます。で、ですね、全国の方、もしくは、海外におられる日本語にルーツのある方からの相談がございます。で、左端のチャートですね。女性が72.5%、全相談数のうち2024年度は72.5%の人が女性でした。これは決してですね、男性は悩んでないということではなく、やはり日本においては男性は未だに人になかなか相談できないであるとか、相談をすることが弱みを見せる、そんな、社会情勢もあるんではないかと思いますので、男性にとっても相談しやすい窓口、そこも私どもも課題としてですね、引き続き事業展開をしてまいります。真ん中のチャート、10代が39.2%、20代を含めますと、約60%超えのような形です。やはり私どもの相談は SNS でウェブサイト上でですね、いつでも相談できるという親和性が特に若者にとってあります。といったところで、若年層にとって、ある意味相談インフラになっているんではないかなと考えております。後ほどですね、年代ごとの相談にも移るんですが、各年代それぞれ相談内容が、だいぶ違った傾向も出ておりますが、全年代において私どもは、相談インフラになっていると思っております。で、利用回数ですが、初回の方がですね、7割、一方で、3割強の方が、頻繁に訪れる方ですね。ある意味その方にとっては、私たちに一回相談したときに、やはり私たちが相談するに値する、そういったような窓口というところで、たびたび訪れていた方も複数いらっしゃいます。失礼しました。はい、次にですね、相談内容。相談内容は、次のページで詳細ご説明いたしますので、こちらでは割愛をいたします。時間帯、20時から25時がピーク。やはりですね、朝方は少なく、夜中にかけて増えてくるというのが私たちの相談の傾向になります。で、冒頭少し申し上げましたが、私ども世界40カ国に1000名を超える相談員の方がいらっしゃいます。ある意味、日本の相談員が夜で、寝てしまうときに、海外の時差を使ってですね、海外のボランティアさんに活躍いただいている。そのような体制を引きながら24時間365日体制を実現しております。で、右の図、孤独感に関して8割以上が孤独を感じている。私たちに訪れた相談者にですね、最初にアンケートをしております。その時に孤独感の有無を聞いておりますが、基本的に私どもに訪れる相談者の方は8割以上が孤独を感じている。そのような傾向が出てございます。次に相談を少し分解してみます。左から0歳代、そして右に80歳代、その他とありますが、相談の内容ですね。これは私どもの相談窓口に入っていただくと、最初にチャットボットと、やり取りをしていただきます。その中で、最初に、お示しいただいた、お悩みというのがこちらに出ております。
やはりですね、これを見て一目瞭然なのは、メンタルというのがある一定数どの年代もあるということと、他に関しては年代別にかなり相談がもう違うというところが見て取れます。例えば0歳代、10代においては学校、親族、そして DV や虐待というのがある一定数あります。で、そこから20代になってくると、就職を迎えることもあり、仕事や職場のお悩みがございます。逆に30代、40代ですと夫婦関係という内容が出てきて、50歳になりますと生活、お金、60代も含めて増えてくるような傾向があります。私たちはですね、すべてのテキストの相談をデータとして貯めておりまして、いろんな形で分析をしてございますので、このように可視化することができております。はい。で、ここまでが、チャット相談になりますが、次はウェルネスサポートのご紹介を、させていただきます。ここはですね、今前段で申し上げました、窓口を通じてですね、事業活動をしている中で、自治体様であるとか企業様、例えば自治体様ですと自分の市、もしくは自分の区で、このあなたの居場所のような仕組みを取り入れて、どのような悩みがあるかというのを可視化したい、そんなご要望であるとか、企業様ですと、主に、自分の従業員がどのような悩みを抱えている、もしくはですね、後ほどもありますが、ある事業者様からは、そのユーザーがですね、どのようなお悩みを抱えている、それを声を拾いたいというところで、個別にですね、ウェルネスサポートとして、提供しております。で、その中身がですね、大きく4つございます。1つ目は孤独予防プログラム。孤独についての理解を深め、適切に対処できるようになること。孤独という、ワードがですね、なかなか人それぞれ認識違うといったところもあり、その言葉の定義であるとか、孤独の慢性化を防ぐ、そんなことを目指したプログラムでございます。アクセスプログラム。これはですね、悩みや問題を抱えたときに、私たちの相談窓口にアクセスしていただけるように、プロモーションをするような活動でございます。ステッカーを配ったり、小学校、中学校にはですね、クリアファイルを配ったり、そのような活動をしてございます。あと、自治体様へのサポート事業、ウェルネスサポートの中で、具体的に品川区様のご要望をお伺いし、例えば、夜間休日の相談体制を確保して、品川区様向けの支援体制、チャット相談を、提供しております。あと、盛岡市様も子ども相談室様と連携して、ここもですね、専用の窓口を構築したりしてございます。あと、外務省からもですね、やはり海外におられる方へのサポート事業として、例えば、家族で海外に赴任した、そのようなご家族、旦那様、奥様、そしてその子供も含めた形で、海外からも日本語で私たちに相談できる、そのような仕組みを構築してございます。はい。で、ウェルネスサポートの、孤独予防プログラムというのがあったんですが、なかなかですね、皆さんイメージしづらいということで、そこでやってる内容を一部シェアさせていただきます。で実際にはですね、この1枚のページにあるのを何ページにも分けてお伝えするんですが、この以下の写真、4つの写真がありますが、ここから孤独を連想させるご自分にとっての孤独のイメージはどれですかというのをワークショップを実施します。で、そしてですね、各会場、いろんなグループに分かれてやるんですが、人それぞれ1番だったり2番、3番、4番、それぞれありますが、結論としてですね、一つに固まることはまずなくてですね、必ずばらけます。で、ここでですね、私どもが結論としてお伝えしているのは、孤独の感じ方、捉え方は人によって様々ですよね、ということであるとか、誰でも、どの年齢層でも孤独を感じうる。ここでは、私自身も明日孤独になる場面があるかもしれない。そんなことをお伝えしたりしてます。あと、人生のあらゆる場面で起こりうること。
前のページで各年代ごとにですね、相談内容の推移をお伝えしましたが、やはり各年代、人生のあらゆる場面で起こり得るというのをですね、このワークショップを通じながらお伝えをしております。はい、次に3つ目の活動、ソーシャルアクションになります。これはですね、私ども相談の窓口ということでなく、日本の孤独・孤立対策の最前線で、啓蒙活動をこうしてございます。で、孤独・孤立対策、官民連携プラットフォームの幹事団体として、各団体様とも連携を強化してございますし、グローバルレベルで、孤独・孤立問題に関わるメンバーとの意見交換もしてございます。で、国際ネットワーク GILC というものがあるんですが、ここでもですね、連携しながら世界各国に情報発信をしてございます。あと、違う形ですが、社会的処方という、営みがあります。ここでもですね、日本最大のイベントでですね、私どもの活動報告であるとか、実際はですね、私どもに、参加いただいている約1000名の相談員の皆様のメンタルケアの重要性であるとか、私どもデジタルツールを活用して、若年層へのアプローチの強化策、そのような形で啓蒙活動もしてございます。あと具体的に地域のいろいろなセミナー、フォーラムに参加したりもしてございます。盛岡市様ですと、地域共生社会推進フォーラムにも、基調講演として参加をいたしました。あとですね、内閣府様のつながりサポーター養成講座の講師として、各県の講師としてですね、講義を実施してまいりました。はい。最後の4つ目の連携共同。こちらは2ページにわたって活動をご報告させていただきます。数々の企業や教育機関様と連携しております。まず1ページ目は企業様でございます。で、東急グループ様ではですね、やはり電車というところもありまして、かつ、終電から、始発から終電というところで、かなり24時間に近い形で、事業活動をされているというところで、通年の自殺対策が必要ということで、啓発キャンペーンを実施してございます。皆様、もしかしたら東急沿線にお住まいの方いらっしゃるかもしれませんが、メインの駅の個室のトイレにはですね、写真がちょっと小さくて見にくいかと思うんですが、私どもにつながるそのような、二次元コードが貼ってございます。で、実際ですね、これを貼っている中で、ある一定数の相談が常にあるというのも現状でございます。同じように JR 東日本様、ここはですね、デジタルサイネージというので、あなたの居場所のチャット相談もずっとですね、掲載いただいております。ただし、デジタルサイネージなので、場面場面で変わってしまうので、もしかしたらご覧いただいた方もいらっしゃるかもしれませんね。はい。あと、レノボジャパン様。ここは PC やサーバーを事業活動としてされている企業様でありますが、ここのですね、私どもが相談者の6割が29歳以下という若年層であるということから、いわゆるデジタルとつながりが、ある。そして親しみを持つ世代の身近な存在として連携が必要だというところで、レノボジャパン様のイベントに私どもが登壇させていただきました。日本ロレアル様。やはりですね、皆様美容室に行かれる方もいらっしゃると思うんですが、美容師さんには何でも話せる、そのような環境があると思います。一方で、美容師様はそれを受けた時にですね、やはりなかなか若い方ですと経験もないですし、どのように返せばいいんだろう、みたいなことを思うようです。で、そういった意味で、美容師のメンタル不調など課題改善に向けたイベントを開催しまして、悩みを傾聴する方法やメンタルヘルスの重要性を発信をいたしました。はい。あとですね、大学様とも連携をしてございます。愛知医科大学様は、私どもの居場所相談員、ボランティア様ですね。ボランティアさんとして活動することをですね、単位認定の条件としてくださっております。実はですね、本年度もすでに、この単位取得のためというかですね、私どもの理念に共感して、
学生の方にも本年度も参加をしていただいております。横浜市立大学様、若者の生きづらさに関する政策提言を行うプロジェクト、若者の心研究会に参加をさせていただいております。東京芸術大学様、孤独や社会的孤立の解決策として文化的処方を提案して、文化のと、孤独の結びつきをですね、深めるような活動をしてございます。はい。今までですね、約4つの、主な事業を、ご紹介させていただきました。で、実はですね、私たち世界40カ国に、それらを支える仲間がいらっしゃいます。今ですと1000名を超える方が、日本の夜から深夜帯に向けてですね、相談活動をしております。で、これはですね、世界地図で、各ジオグラフィーでどれぐらいの相談員さんがいるのかというのを、濃淡をつけて、お示しさせていただいております。で、非常にですね、各国にわたる、相談員が、いらっしゃいまして、その規模はありますが、一番はですね、アメリカが一番多く145名の相談員、あとヨーロッパも比較的多いような形ですね。その他地域でも非常に多くの相談者さんが、もういろんな時差に関係なくご参加いただいております。で、もちろん日本の相談員もたくさんいらっしゃいます。で、これはですね、北海道から沖縄で私どもの相談員がどれぐらいいるのかというところの地図、濃淡をつけたところですが、実際一番多いのはですね、東京都になりまして、東京都は一番多く218人の相談者がいらっしゃいます。その他都道府県にもですね、非常にたくさんの相談員様がいらっしゃいますし、今現在でも、四半期に1回募集をしておりますが、ボランティア相談員様は毎回100名ずつ増えているような状況でございます。はい。改めまして、私どもを支えてくださっている、相談員の皆様に、お礼を申し上げます。引き続きよろしくお願いします。はい。で、ここからですね、孤独の現状というところを簡単にご説明をさせていただきます。皆様、報道でも聞かれたことがあると思うんですが、2024年、小中高生の自殺者数が過去最多になっていると聞かれたことがあると思います。で、特にですね、小学生、中学生、高校生というところで前年対比でも増えているような状況でございます。で、特にですね、2009年以降、女子の自殺者数が男子を上回ったのは初めてという状況、悲しい状況があります。で、私どももともとこの法人が立ち上がったのがまさにコロナの2020年3月でした。やはりその頃もですね、非常に若年層が命を落としてしまう、そのような報道がもうされておりました。で、私自身もそのような報道を聞いて自分に何かできないかというところで、この、相談員に入ったというのが、状況でございました。私どもいつでも誰でも相談できる、そのような窓口は、やはりこの自殺者数が少しでも少なくなるような、もしくはそこを思いとどまっていただくような、そんな相談対応を常に目指してございます。あなたの居場所の相談内容の傾向というのが、小中高生で下半分にまとめてございます。やはりですね、若年層が多いというところもあり、学校関連の悩みであるとか、親族関連、虐待、暴行、暴力、そして生活経済的問題というのも前年対比で非常に多く増えている、そのような社会情勢が現状でございます。少し、見方を変えまして、孤独・孤立問題に対して、調査結果をご報告させていただきます。ここは内閣府様、実施の人々のつながりに関する基礎調査、令和6年度から取ってきてございます。ここから言えるのはですね、約4割から5割の人が孤独を感じている、そのような現状が、結論として分かりました。で、私たち法人としてはですね、この孤独が感じている人が、一人で悩むことで、複雑化してしまう。
ということが、より、深刻な悩みにつながっていくということがありますので、そこでですね、孤独を感じている人が私たちのような窓口を信頼して相談してくださる。そのことにより、この孤独感が軽減する、そのような窓口を目指してまいりますので、ここも非常に大きな社会的な問題ではないかなと考えております。で、今のような中で私たちの存在意義は何なのかというのをお伝えさせてください。あなたの居場所の役割、マイナスからゼロというのをお伝えさせていただいております。下に女性の図があるんですが、死にたいですという、マイナスの気持ちの相談者さんが、私たちはゼロの状態、とりあえず生きてみますという状態になることを傾聴ベースに事業活動をしております。で、そこからですね、頑張るぞ、プラスの領域には、持っていかずに、私たちはあくまでもマイナスから少しでもゼロに近づいていただく、そのような相談対応をしております。逆にゼロからプラスのところは、各地域の支援制度、支援機関、そして、地域でご活躍の NPO 様におつなぎする。そのような形でマイナスからゼロ、ゼロからプラスのような、形を目指してございます。はい。さらにですね、私たちの存在意義というのがこのチャートでございます。一言で言うと、チャット相談を通じて起きている状況をデータで見える化をする。そしてそれらの情報を分析する。そしていろいろな形で分析した情報を世の中に発信したり、地方自治体に連携したり、もしくは地域にですね、政府に提言をしたり、このような活動を継続して実施していきたいと思っております。ですので、あくまでもチャット相談だけでなく、そこを元にした分析、提言をくる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 回すことで、私たちの存在意義を高めていきたいと思いますし、先ほどの自殺者数を少なくする、もしくは孤独、孤立に陥っている割合を少なくしていく、そんなところに寄与できればと考えております。そのための活動として、先ほど申し上げましたチャット相談、ウェルネスサポート、ソーシャルアクション、連携、協働を進めさせていただいております。はい。でですね、私どもが信頼できる相談員で位置づけるために、いわゆる品質をどのように担保しているかといったところをご紹介させてください。あまりここまでですね、踏み込むことはないですが、今までご紹介したこともないんですが、せっかくですので、実際の私たちの品質を維持し続けるための活動をこのチャートでご説明いたします。基本的に私どもの相談員になっていただくためには、かなり実はハードルがあります。面接を経たり、あとオンラインでの居場所道場というですね、約40時間の、オンライン研修を受けていただいたり、その他にも各種研修が本当に多くございます。あとですね、ハイブリッド、オンライン、そして対面を含めた合同研修をする、そのような、体制を整えております。で、そのような中で、1000名を超える居場所相談員の方の品質向上、そして居場所相談員になられたボランティアの方が、あなたの居場所にで活躍しててよかった、自分が参加できててよかった、そのようなエンゲージメント向上を目指したいと思っております。で、下にですね、第1章から第8章の居場所道場のアジェンダですが、このような形がありまして、第1章では、あなたの居場所の理念をですね、解きながら、社会的背景、そして相談の進め方、第2章、3章。で、具体的には5章ではですね、問題状況別のアセスメントを、研修で取り入れております。ですので、常にですね、相談員の方が迷った時に、え振り返る場所として、この居場所道場は存在している。そのような形になってございます。はい。で、ちょっとですね、ここまで堅苦しい話でした。基本的にですね、2024年度の私どもの
チャット相談の活動、ウェルネスのサポートの活動、そしてソーシャルアクション、そしていろいろな企業様、自治体様との連携をお話をさせていただきました。基本的にですね、この歩みは、決してとどめることはなく、引き続きですね、ここを加速しながら進めてまいりたいと思っておりますし、常に常にですね、私どもに、実は毎日のようにいろいろなお問い合わせがあります。特に今の時期ですと、2025年に2026年度における各企業様、自治体様がこうしたいので、少し情報交換をさせてくださいであるとか、私どもの窓口を自分の市区町村、企業で導入したい、そのようなご相談も多くいただいております。はい。では、ここからですね、少し本日の内容にも絡めて、皆様と 2way でですね、会話できるような対話の場を、作りたいと思います。リアルタイムアンケートを実施いたします。はい。少し皆さんにですね、ウェブ上でボタンを押していただくことになると思うんですが、早速参りたいと思います。はい。良いですかね。はい。はい。では、アンケートですので、ぜひ皆さん直感でお答えください。あなたは過去に孤独な状態になった、もしくはなりそうになったことはありますかという質問です。ある、ない、わからないということですね。先ほどの内閣府の、えーアンケートですと約4割の方、そして私どものチャット相談ですと実は8割の方が孤独な状態になって質問を、相談をしに来られたというのがあります。はい。皆さん、早急にありがとうございます。お答えいただきまして。はい。ほとんどの方がお答えいただいてますね。じゃあ、あともう少しで、今78%、ちょっと皆さんあれですかね、ボタンを押せない人、8割になりました。ありがとうございます。じゃあ、もう85%ぐらいになったら投票終了しますかね。はい。4を、はい、あと1%、もう少しボタンを押していただけますか。はい、なりましたんで、投票を終了します。ありがとうございます。はい。はい。では、結果です。はい。結果はですね、ある、ない、わからないという選択肢に対して、あるというのが74%の方、ないというのが18%、わからないという方が8%。人数で言うと、今、ボスが、そうですね、106名の方にお答えいただいて、78名、19名、9名という形になっています。やはりですね、ありますよね。僕もあります。いろんなシーンであります。若い時もそうでしたし、20代、30代、40代、それぞれのシーンで、ありました。年に1回あった時もありましたので、皆様やはりあるのかなと思います。逆にない方もいらっしゃるというところで、皆様ですね、別にそのような場面が起きても、これはもう誰でも起こることだというのをご理解いただければと思っております。皆さんご回答ありがとうございました。はい。では、2問目になります。はい。ちょっと待ってください。よいしょ。はい。2問目。あなたは誰かに相談されたとき、どのような対応をしますかです。はい。では、お願いします。いいですね。いいですね。はいはいはい。ちょっと意外ですね。そうですか。ちょっと僕しか見えてないのかもしれないですけど。なるほど。ありがとうございます。もうすでに80%の方がお答えいただいてます。ちょっとこれももう少し85%ぐらいまで行きましたら、投票終了しますかね。もう少しですかね。はい、85%きました。はい、皆様ありがとうございます。回答。ですね、ちょっと人数は言わない方がいいかな。まず相手の悩みを聞いてみるの方、全体の88%の方でした。
で、次にですね、聞いた後、アドバイスをして悩みを解決する、11%の方。で、わからない1%の方ですね。まあ、今日参加された方ですと、結構相手の悩みを聞いてみるという方が多かった感じですね。まあ、一方で、こう聞いた後にアドバイスをしてしまって、こう、悩みの解決まで素晴らしいですね。そのようないろいろな経験をなさっている方がこういらっしゃるのかなと思っております。はい。まずですね、誰かに相談されたとき、どのような対応をしますかという質問に対して、まず、100点の別に回答はないのかなと思っております。で、まず、誰かが皆さんを頼って相談されたことは非常にいいことかなと思います。その方にとって信頼できる誰かになってると思いますし、まずその時点でですね、素晴らしいこと。そしてその中でですね、基本的に私どもあなたの居場所としては基本傾聴で、今回の回答ですと、まず相手の悩みを聞く傾聴をベースに聞いております。で、やはりですね、私どもの相談窓口にも、回答というか、アドバイスしてくださいという相談も、ある一定数、ありますが、まあ、その中でも、その、本当の、悩みの、元とかをですね、傾聴をベースにしながら、もともと自分はこんなことで悩んでて、それに対して解決を求めてたけど、ちょっと会話をして、実はこっちの方が、本質的な悩みだったんだな、自分の悩みが整理できました、みたいな相談者さんからのアンケートがあります。ですので、やはりどちらにしても、相手の悩みを、聞いてみるというのが、非常に、重要なのではないかなと考えておりますし、まあ、今日ご参加の皆様もですね、いろいろな形で今後相談されると思いますが、まあ、基本的に、皆さんが、その方の信頼できる誰かであるということに、誇りを持ってですね、真摯に、相談に乗っていただければと思っております。はい、皆様、2問でしたが、回答いただきましてありがとうございました。実は、これですね、あなたに居場所始まって以来、初めての取り組みだったんで、だいぶ練習したんですが、はい、練習の成果がありました。ありがとうございます。はい。で、次にですね、今日の内容を踏まえて、もうほぼ終盤になります。あと7分ほどですので終盤になります。で、あなたの居場所に関してのクイズがございます。で、質問1。あなたの居場所には居場所相談員という、仲間が全世界にいます。海外で居場所相談員の多い地域はどこでしょうか？はい。ちょっともう僕がほぼ回答を言ってしまいましたので、もうかなり、はい、種明かしがされていました。はい。でもあれですね。ありがとうございます。いろんな皆様ご回答いただきまして。ちょっと考えてますかね。はい。ヨーロッパ、アメリカ、アジアともにですね、いろんな地域で居場所相談員はもうたくさんいらっしゃいます。はい。じゃあ、これもう80%ぐらいになったら、ちょっと一旦閉じますかね。投票終了します。あと2%ほどです。どうですか？お分かりですかね。はい。1%かなかなか来ないので、じゃあ投票終了にしますかね。はい。皆様ご協力いただきましてありがとうございます。はい。回答はアメリカになります。まあ、アメリカは非常に広いですので、あと、時差が、ちょうど日本と逆というところもありますので、非常にアメリカからの、相談員さんから多いのが現実でございますが、もう最近はですね、本当にいろんな地域にわたる相談員の方がいらっしゃいます。アフリカもいらっしゃいますし、アラブ首長国連邦もいらっしゃいますし、本当にあなたの居場所が、世界中にいる、そのような世界を目指したいなと思っております。はい。ぜひ、今日のですね、私どもの活動を聞いて、ぜひ私も相談員になりたいという方がいらっしゃいました。ぜひですね、ボランティア相談員に手を挙げていただければと思っております。はい。では、第2問いきます。はい。第2問。居場所相談になる過程でオンラインの40時間の研修があります。
その名前は何というでしょうか？これもちょっとヒントありましたかね。居場所学びの会、居場所道場、居場所学校。おーなるほど。そうですね。なるほど。なるほど。いいですね。ありがとうございます。あ、これはもうかなり早いですね。ありがとうございます。これも80%になったら、終了しますかね。はい、あと2%ほどです。はい、ありがとうございます。皆さん回答。はい、80%になりました。はい、では、正解は居場所道場です。はい、パチパチ。正解の方、おめでとうございます。まあ、でもあれですね、私もですね、実はこの、質問と、回答を作ったんですが、どれもなんかいいなとこう思ってですね、作りましたので、まあ、今は居場所道場ですが、今後もなんか変わるかもしれないですが、今は居場所道場という形で40時間の、まあ、かなり濃濃いオンライン研修を実施してございます。はい。では、最後の、質問。はい。ごめんなさい。最後の質問参ります。本日時点の居場所相談員の、人数は何人でしょうかという質問です。何人ですかね。これは初の、おーすいません。僕だけが回答見えてんで、ちょっと、はい、期待してしまいましたが。はい、ありがとうございます。これはもう早急にですね、私も何回も言ってしまいましたので、はい、じゃあここで指名させていただきます。ありがとうございます。はい、今日時点でですね、1023人の場所相談員の方がいらっしゃいます。今ですね、四半期に1回募集をかけてますが、毎回100人の方が私たちの仲間として全世界、日本はもちろん参加してくださっております。今、相談員の方は引き続き薄く長く活動していただきたいですし、今日の話を聞いて、ぜひ我こそはという方は、ぜひ、その四半期のどこかでですね、手を挙げていただけますと幸いでございます。はい、皆様、皆さんとの 2way の、初の試み、成功したのかなと思ってございます。ご協力いただきましてありがとうございます。はい。では最後に締めになります。終わりにということで、本日は約45分間ですね、お付き合いいただきましてありがとうございました。私どもの2024年度の活動、いかがだったでしょうか？まだですね、これもやりたい、あれもやりたいというのはたくさんありますが、まあ、ある意味、着実に一歩ずつ、まあ、メンバー総出でですね、協力しながら進めております。で、私どもの理念、望まない孤独のない社会の実現、私どものあなたの居場所に参加されている居場所相談員、そして職員の方は、私が口酸っぱくこれはいろんなところで言っているので、もう耳にタコができるくらいと思っているかもしれませんが、私としてはこれを何度も何度も言い続けます。私たちはこの望まない孤独のない社会を実現するために、悩みや問題を抱えたときに、確実に信頼できる人、にアクセスできる。これが私どもにつながれる。その仕組み、いわゆるチャット相談を提供することによって、望まない孤独のない社会を実現してまいります。そしてそれはですね、今私ども約職員が40名、世界中のボランティア相談員約1000名がいますが、それだけでは決して成し得ないことでございます。これからもですね、私ども理念に賛同いただける様々な方がいらっしゃれば、皆様のお立場に応じたですね、ぜひご協力、ご支援を賜れればと考えております。引き続きあなたの居場所はですね、この理念に基づき、いろんな活動を続けてまいります。ぜひ皆様の温かいご支援を賜りますよう改めてお願い申し上げます。本日はありがとうございました。はい、以上でですね、私のご説明を終了させていただきます。では、小倉さん、お返しいたします。これより第2部を開始させていただきます。第2部では、参加者の声に応える相談支援の現場 Q&A と題しまして、皆様から事前にいただいたご質問に、職員たちが直接お答えします。また、本セッションは、
理事長の根岸正和がファシリテーターを務めさせていただきます。お待たせいたしました。それでは根岸さん、進行をよろしくお願いいたします。はい、小倉さんありがとうございます。では皆様、改めまして、第1部に続きまして、第2部では私がファシリテーターを務めさせていただきます。本日は、これからですね、理事兼、人材育成戦略部部長上原、事務局長大島、チャット相談事業部部長小鹿、IT ストラテジー部部長今井、経理総務部部長渡辺、データサイエンス部部長岸原、広報ファンドレイジング部部長鈴木が参加しております。それではまず一人一人から簡単な自己紹介をお願いしたいと思います。まずは理事の上原さんからよろしくお願いします。はい、聞こえておりますでしょうか。皆さん、こんばんは。理事兼人材育成戦略部部長の上原澄江と申します。本日はお忙しい中、ご参加いただきありがとうございます。現在は職員やボランティア相談員を支える人材育成、また組織づくりを担当しています。日々、現場で安心して活動できる環境を整えることが私の役割でございます。皆様のご支援のおかげで活動を続けられております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、上原さんありがとうございます。では、大島さんお願いします。はい、こんばんは。事務局長兼事業推進部の大島と申します。事務局長の役割としてはですね、今部署が7つあるんですけども、主には各部署の人と、もしくは財務の方ですね、こちらの調整及び管理の業務をしております。あともう一つ、事業推進部の方ではですね、新事業の企画とか運営ですね、具体的には先ほど、ネキさんの方からお話しあったようにですね、あなたの居場所のことを認知していただきながら、ウェルネスサポートというような、24時間365日の相談窓口をですね、自治体様、あとは企業様とかに導入していただいている取り組みをしております。本日はよろしくお願いいたします。はい、小鹿さんお願いします。はい、皆さん、こんばんは。チャット相談事業部長の越上水穂と申します。ですね、私は相談者の方々が24時間365日、いつでも安心して窓口につながれるように、全体の運営を統括しております。加えて、その相談者の方々の声を受け止める相談員や職員がですね、安心して活動できる環境を整えることも私の役割となっております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。今井さんお願いします。はい。IT ストラテジー部部長の今井亮と申します。主に IT ストラテジー部は、チャットをするためのチャットシステムの開発でしたりとか、あと運用の保証をしています。サービスとしては、24時間365日のチャットのサービスを提供してますので、システムを止めないことが私たちの使命になります。よろしくお願いいたします。渡辺さんお願いします。はい、皆さん、こんばんは。経理総務部の部長を務めております、渡辺遥と申します。部の名前の通りなんですが、日々の会計、決算ですとか、そういった法人のお金に関わる業務とですね、あと備品、文書管理といった法人運営をしていく上での環境整備をする総務業務の2つを担当しております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。鈴木さんお願いします。はい、こんばんは。広報ファンドレイジング部の鈴木ひかりです。私はあなたの居場所を知ってもらうための広報活動や、それに伴うイベント企画運営、また資金調達を担当しております。今回の活動報告会もあなたの居場所として初めてやっと企画開催できました。皆さんに楽しんでいただけていましたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。はい。皆さんありがとうございました。はい。以上がですね、私どもも含めて、私どものマネジメントチームと呼ばれるメンバーになります。本当にですね、日々それぞれの役割で、その職務を務め上げてくださってます。本当にもう皆さんハードワークでですね、本当に
この法人の力になっているという形になります。で、これからですね、今ご紹介させていただきましたメンバーとともに、皆様に事前に質問を募っております。で、本当にたくさんのご質問いただきまして、ありがとうございました。で、その質問からですね、いくつかピックアップをしまして、その質問に、答えていきたいと思います。で、ちょっと質問によってですね、それぞれなんでしょう、回答する人が違いますが、それは私の方からですね、この質問は、あなたですっていうのをちょっとお伝えして、やりたいと思います。ちょっと複数ありますので、今日はお時間、20時45分までが、この QA の時間ですので、そこまでフルフル、できるだけ皆様のご質問に答えてまいりたいと思います。はい。では、最初の質問に入ります。孤独を抱えた方の相談を受けて、あなたの居場所としてどのような対応をされているのか、可能な範囲で具体的な事例をお伺いしたいですというご質問です。これはチャット相談事業部の越鹿さんですかね。越鹿さん、お願いします。はい、一つ目のご質問ありがとうございます。ですね、先ほどデータの紹介でもあったように、こちらに相談者さんがつながった際、8割ほどが孤独を抱えているっていう、現実もあるかなと思います。で、そういった方々がですね、日常の中で満たされない思いっていうのを感じることは、少なくないかなという印象を受けています。で、私たちあなたの居場所のチャット相談では、その思いがほんの少しでも和らぎ、心が満たされる時間を持てるように関わることを大切にしています。で、具体的な例ですね、可能な範囲でお伝えすると、例えば、自分の気持ちを分かってもらえないことで孤独を感じています。一人だと感じているっていう相談に関してはですね、その時には相談者の周囲に気持ちを受け止めてくれる人がいるかどうかを一緒に考えることももちろんありますけれども、まず大切にしているのは、どんな気持ちを分かってほしいのかっていうところに相談員がそれぞれ耳を傾け、その声をしっかり受け止めるということが私たちの、相談者がですね、分かってもらえたと少しでも感じられる時間を共有すること、これこそがあなたの居場所の対応の基本となっているっていう感じになります。はい。以上になります。はい。越鹿さん、ありがとうございました。では、早速、次の質問に、行きたいと思います。次は、相談から見えてきた社会の課題と活動そのものの今の課題と今後目指すこと、長期目標と短期目標。結構すいません。難しい質問ですね。ありがとうございました。ちょっと質問の内容からですね、これは私の方から回答させていただきたいと思います。私どもですね、今、小鹿さんもおっしゃった通り、常にテキストのデータが溜まっていきます。ですので、それをもとにですね、私ども分析する中で、社会の課題は大きく2つあるのかなと考えております。で、それはですね、やはり私どもに相談に来られる方の相談を一つ一つ見ていくと、非常に悩みは複層的であることが、わかりました。例えばですね、ある事例ですと、まず最初にですね、相談の内容は、親の不仲からメンタルがやられそうだというご相談でした。で、その中で相談員が傾聴ベースに相談者さんと対話をしていきます。そういった中で、話がですね、学校のいじめの話だとか、友人の話であるとか、部活、そして親との対立といったように、多くの悩みが見えてきました。で、私たちはですね、そこを一つ一つ丁寧に傾聴しながら、相談者に寄り添いながら相談対応をしていきます。で、それでですね、吐き出せたことによって、その方なんかは、まさに自分のモヤモヤがですね、すっきりしたといった回答をいただいております。ですので、これらによって先ほど申し上げました、気持ちがマイナスだった方がゼロになる、そういったところが、悩みが複層的であっても、私どもに相談いただくことで、少しでもその日は解決したというのが、課題に対しての私どもの存在意義かなと思っております。で、あと二つ目はですね、これも私のチャートにあったんですが、
各年代0歳から80歳、そしてその他もあったと、覚えているかと思うんですが、やはり年代それぞれにですね、様々な悩みがあって、例えば10代で悩みがない方も、20代になったら突然孤独であったり、孤立であったり、いろんな悩みが来る。ライフステージの中ではいろいろな悩みが出てくる。で、それは特別なことでなく当たり前のことだよというのがデータから見える、側面でございます。ので、なんとなくですね、その悩みを持っていること自体が自分が悪いことをしている、もしくは恥ずかしいことだと思って相談されてくる方が多いんですけど、やはり決してそうではなく、今がですね、やはり人とのつながりが薄い社会環境であるがために、そういったのはどうしても誰にでも起きてしまうので、一人で抱えてしまわずに、私どものような窓口にご相談いただくことで、悩みがスッキリするようなことがあるんではないかなと思っております。で、幸いにも私どもですね、24時間365日窓口を開設しておりますので、相談者さんにとっても、いつでも相談できる、ちょっとお守り代わりにですね、思っていただければと考えております。ですので、社会の課題という冒頭のご質問に戻りますと、悩みは複層的であるということと、皆様それぞれのライフステージで、やはり孤独、孤立、もしくはなんか悩みを抱えて深刻になることはもう常に誰にでもあるというのが、私どもの相談から分かったことでございます。で、あとですね、後半の方、活動そのものの今の課題と今後目指すことという話になりますが、私も数十人の時のボランティアから入りまして、で、今このような非常に多くの仲間がいるような状況になってます。で、やはりですね、ある意味中小企業、もう会社のような形です。で、その中で私どもがこの社会の課題にどう立ち向かうことで、その課題を解決していくかといったところを念頭に据えながら、私たちの理念、望まない孤独のない社会の実現のない社会を実現したいと思っております。そのためにはですね、やはり今 AI 時代と呼ばれますが、基本的に人になってきますので、これからもですね、私どもの理念に沿った形で、仲間を増やしていきたいと思ってます。それはボランティア相談員であったり、職員であったり、今参加いただいているようなマネージメント層であったり、やはりそこがですね、今後活動をさらに強化するには必要なもう課題というか、打たなければいけない領域かなと思っております。で、今後目指すことは何回も申し上げているような、この理念のところですね、望まない孤独のない社会の実現につながることであれば、何でも前のめりにやっていくというのが、今の、私が思う方向性でございます。少しちょっと長くなってしまいましたが、はい、次の質問に移らせていただきたいと思います。はい、次ですね。あなたの居場所ではどういった広報活動をされていますか？これは広報のことなので、鈴木さんお願いします。はい。私から回答させていただきます。私たちは広報と一口に言っても、対象となるステークホルダーが多様なので、それぞれに適した手法を組み合わせて活動しています。大きく分けると2つありまして、まずは支援してくださる方々向けの広報と相談者さん向けの広報をしています。この支援してくださる方々の中には、寄付者さんももちろんですし、連携してくださる自治体さん、企業様、あとは観光庁の方々などいろんな方々を対象としています。はい、まず支援してくださる方々向けの広報としてはですね、X や Facebook ホームページ、PR タイムズでのプレスリリースなど複数のチャンネルを現在活用しています。特にボランティア相談員を増やすための活動やご寄付をいただく方に向けては、情報を届けるだけでなく、つながるということを意識した設計をしています。
また、支援してくださる方々向けのイベントにも注力をしておりまして、各回だいたい100人から200人程度の方にご参加いただいております。最近では、ちょっとお名前を出させていただくと、三菱総研さんとの共催イベントを実施させていただいて、孤独孤立担当大臣の三原大臣だけではなく、文科大臣を務めておられる安倍敏子先生にもご挨拶を頂戴いたしました。外部のイベントや学会への出展も行っておりまして、接点を広げるような活動を、継続しております。最近ではノートやリンクドインも開設し、より重層的な情報発信に取り組んでいます。言語も英語を使ったりとか、いろいろ頑張って取り組んでいます。一方で相談者向けについては、X や Instagram での発信のほか、実際の街の中で出会える動線作りも意識をしております。例えば先ほど根岸さんからもご紹介があったように、東急電鉄さんや東急株式会社さん、東急グループさんとは連携して、駅や主要施設のお手洗いの中にステッカーを掲出していただくっていうのをしていただいたりとか、あとはツルハホールディングさんの一部店舗では相談窓口に直接つながる二次元コードを掲出をいただいております。また、自治体で配布されるリーフレットや支援団体、企業への広報物、これは今、ステッカーとかクリアファイル、パンフレットも作ったんですけれども、そうしたものの提供も行って、多様な経路から相談者さんには、自分相談してもいいのかな、相談できるところがあるんだなということを気づいてもらえるように工夫をしています。また、支援してくださる方々と相談者さん、どちらも横断する取り組みとしては、メディア取材を受けたり、学生さんからのインタビューに対応したりですとか、講演の登壇もしていたり、あとは啓発活動も実施をしています。広報活動を通じて居場所があるということを社会に広げていくことが、私たち広報の大切な役割だというふうに考えております。はい。はい、鈴木さんありがとうございました。はい、特に今年度ですね、毎月のように実はプレスリリースを出したり、しております。で、あらゆる観点で啓蒙活動を進めておりまして、で、あと世の中への発信というのもですね、もう積極的に特に今年度から着手をしております。はい、皆さんそういう意味でいろんな場面で見かけると思いますが、ぜひ、思い出していただければと思います。はい、では次の質問に入ります。相談者の方に感情移入しすぎることはあるのか。これはですね、人材育成戦略部の上原さんにご回答いただけますかね。上原さんお願いします。はい、承知しました。ご質問ありがとうございます。相談員が相談者さんに寄り添うことはとても大切なんですけれども、おっしゃる通り、あまり感情移入をしすぎてしまうと、支援の質、また相談員の自身の心と体の健康に負担がかかってしまうことがあります。そこであなたの居場所では、相談員が安心して活動を続けられるように、研修と支援体制を整えています。今日はその中から3つご紹介いたします。1つ目は体系的な研修制度です。先ほど根岸さんからもご説明がありました通り、相談員になるとまずオンデマンドで学べる居場所道場という自己学習から始めていただきます。相談の基礎である傾聴スキルやチャット相談の仕組みを段階的に学べる内容になっています。その後は実際の相談を職員や先輩のボランティア相談員と一緒に経験して、傾聴基礎研修などの研修も通じて感情理解や自己理解深めていただきます。これによって相談者さんへ寄り添う力と同時に相談者さんと適切な距離を保つ力、これも身につけられるようになっています。2つ目は仲間同士の支え合いです。年間100回以上、ボランティアさん同士のオンラインカフェといったものや、スーパーバイザーによるフィードバックの機会がございます。さらに難しいケースを担当するときには、Zoom を通して、職員と一緒に相談できる、一緒に相談対応ができる仕組みというものもございます。ですので、相談員1人が、1人で抱え込む必要はありません。3つ目はデジタルバッジ制度です。これは今年度から始まる新しい取り組みでして、
ボランティア相談員の成長をデジタルバッジという見える形にしてモチベーションを高めようという仕組みです。例えば、研修に参加をすると、バッジがオンライン上で発行され、活動の積み重ねが見える化されるような仕組みになっています。自分の成長を実感できることで、さらに前向きに活動を続けられると考えております。こうした仕組みによって、世界中の1000名を超えるボランティア相談員が安心して長く、そして健やかに活動を続けられるように取り組んでいこうと思っております。私からは以上となります。はい、上原さん、ありがとうございました。はい、私が2020年から入りました相談員もですね、本当に増えていく中で、やはり多様性、いろんな考え方の人が、一つの理念に向かって賛同いただいています。で、そのような皆さんのできるだけあなたの場所に入っててよかった、そしてその活動を伝えたいという思いを、今、上原さんがおっしゃったようなデジタルバッジという形で、スキルの証明みたいな形でまさに取り込もうとしております。はい。では次の質問に参ります。望まない孤独のない社会の実現に向けて、普段から私たちができることは何か。はい。これは、質問の内容から私が回答させていただきます。一つの回答はないのかなと思ってます。例えばですね、私どものボランティアさんとして参画いただくのもできることですし、ご寄付という形で、サポートいただく形。もしくはですね、企業にお勤めであったり、自治体にお勤めであったら、その皆様の役割に応じた形で何か私たちとの接点をつなげていただく、そんな営みがあると思います。あと、個人ベースでですね、皆さんの周りの人に対してということであれば、悩んだ方がいらっしゃったら、ぜひ、傾聴してあげてください。で、それでですね、傾聴して、自分でアドバイスできることであれば、全然アドバイスしてもいいですし、ただし、アドバイスできないこともどうしてもあると思うんですよね。そういった時は、私どものような、相談窓口を紹介いただければ、それでも大丈夫です。で、例えばですね、私どもも、ホームページがありまして、ほぼ、多数の方が私どもに、直接、つながっていただく方なんですが、要は調べて、あなたの居場所と調べて、入ってくださる方。で、そこが、大多数であるものの、やはり、他の媒体経由での、流入もかなりあります。例えば、厚生労働省さんの、守ろうよ心といったところの流入ですと、この外部メディアからの流入ですと約60%を占めています。これはですね、厚生労働省さんのホームページはもちろん、やはり地方自治体にですね、ポスターがある、そういったところから入ってくださる、そういった方も一定数いらっしゃるのでは推察します。ですので、皆さんが何かできるということであれば、相談に乗ってあげる。で、それでも、なかなか解決しないな、であるとか、あと、相談窓口を紹介してあげるというのは非常に有効ではないかなと考えております。はい。では、私の回答は以上となりまして、次にですね、企業との取り組みについて教えてほしい。今日の文脈ですと、ウェルネスサポートのところだと思いますので、これは大島さんですかね。お願いします。はい。ですね、2つほどご紹介させていただきたいなと思っております。で、1つはソニー様との取り組みですね。皆さん、ご存知のようにソニー様、いろんな分野でグローバル展開されているんですが、例えばその音楽であったりとか、あとは映像エンターテインメントですね。で、やはり大きいところはゲームですね。ソニー様はやはりもちろんソフトの面と、あとハードの面でプレイステーションというですね、ゲーム、出されていますが、そこで大きなプラットフォームを持っていらっしゃいます。で、そんなソニーさんの取り組みに関してなんですけども、ゲーム業界ではオンラインセーフティーというような、そんな考えが
あります。で、これはまあ何かと言いますと、ユーザーが安心して製品を利用できる環境づくりに、努めていらっしゃるということなんですけども、実際そのゲームの世界でどういったことが起こっているかというところなんですが、もちろんゲームなので大半の方はもうゲームを楽しむ、純粋に楽しむ、あとは気分転換をするとか、そういった目的でされるんですけども、で、ただその楽しむはずのゲームがですね、人によってはなんか心的なマイナスな影響を受けているユーザーさんがいらっしゃるっていうのも例えばあります。なんか、そのゲームに負けるとかですね、クリアできないというのも、そういったところも入ってきますし、あとはですね、ゲームもですね、いろんな総合通信ですね、そういったことができるようになったので、ユーザーさんの間で、コミュニケーションのトラブルっていうのも発生するというのは実際にあります。なので、そういった状況に対してですね、サービスを販売するっていう、それだけではなくて、こういった実際に起こっている、事実っていうところに、しっかり向き合われてですね、サービスを提供した後のユーザーさんに向けて、そのサポート体制、そういった強化を、されていると。で、そういったところから、ソニーさんの方にお声掛けいただいて、我々のユーザー、ユーザーさんに向けてですね、24時間と365日とですね、いつでも相談できる窓口というのを、ウェルネスサポートという形でサービスとして提供させていただいているというのが、一つ取り組みとしてございます。で、あと、そうですね、ちょっともう一つ時間が大丈夫かと思うので、ご紹介させていただきたいところなんですけども、先ほど少し、名前、出てきましたが、ツルハホールディングス様ですね。こちらですね、日本最大の、ドラッグストアグループということで、調剤薬局でいうと、全国に900店舗あります。で、今、合併されてですね、店舗自体5000店舗ぐらいあるというような企業様になっているんですが、こちらにはですね、今年の5月ですね、専用の窓口を、トライアルとして開設させていただきました。で、これは何がきっかけかと言いますと、薬物乱用ということで、業界でこれはもうかなり深刻な問題とされています。で、特に昨今の様子もかなりですね、変化してきているというところなんですが、一つ薬物を使う低年齢化ですね。これ、やはりインターネットとか SNS ですね、そういった影響を受けてですね、情報が、どこからでも手に入るというところが、一つ理由としてございます。あともう一つはですね、市販薬の主流化ということで、違法薬物っていうのはなかなか入手ができないですけども、一般のその薬品っていうのは、簡単に手に入、お薬屋さんに行けば手に入ってしまうと、入手の簡単に入ってしまうというところですね。あともう一つは、医薬品という、あるがゆえに、イメージとして危険性が低いと思われがちなんですけども、そういったイメージからですね、乱用してしまうとか、過剰摂取をしてしまうというようなことが発生しているということがあります。で、じゃあその薬物乱用のきっかけなんですけども、そこはやっぱり個々によって状況ももちろん異なりますけども、傾向としては自分が困難な、そんな状況に置かれている際に、受けるべき、例えば医療であったり、福祉のサポート、なかなかそこの対処自体が難しいというのも一つあります。で、もしくは、そういったつながるべき場所になかなかつながれないということで、結果的に薬物乱用につながってしまうというのが、傾向としてございます。で、そういった、実際に、どういうふうに向き合わなければならないかというので、ツルハホールディングス様に関しては、もちろん一つ、そういった不適切な、なんですかね、販売をしないというのも、もちろん一つあるんですけども、あと、そこでですね、利用者が直接支援につながるような窓口を、提供してあげたりですとか、もしくはいつでも気軽に相談できるような機会を、提供していきたいというようなところで、そこで利用者さんにしっかりサポートをしていきたいというようなことを、考えていらっしゃったというところで、連携のお話をしていただいて、今回の窓口の開設に至っているというような取り組みというので、もう一つご紹介させていただきました。はい、大島さん、2つの事例、企業様との連携でありがとうございました。はい、では次の質問に参ります。チャットシステムは独自で開発したものですか？これは IT ストラテジーの今井さん、お願いします。はい、システムの質問ありがとうございます。ただ、法人としては今、現状としては2つチャットシステムありまして、先ほどあったウェルネスサービス的なところ、自治体様や企業様にご使用いただいている専門の窓口に関しては、今、チャットシステムは外部のものを利用しています。
ただ、どなたにもご使用いただける、チャットシステムとしては、弊社というか法人で開発したものを今使用している状態です。法人で開発したそのチャットシステムを利用する前は、外部のものを利用していたんですけど、もともと利用していたシステム自体が、やはり、ボランティアさん1000名、あなたの居場所としてはいますので、そういった方のアカウント、発行の費用でしたりとか、あとチャットデータを貯めていくための、費用がやっぱりかかっていたので、そこのコスト面が問題となっていたと。外部のサービスを使っていますと、24時間365日の、あの、相談窓口を提供する中で、やっぱり、こちらでコントロールできないところでシステムのメンテナンスで停止になってしまったり、ということがあったりしたので、法人として独自のものを開発して今、利用している状態です。新しく使用してした、開発した使用システムでは、そういった課題の改善に加えて、今ですと、運用に合わせて機能拡張とかをしている状態で、そういった中で、セキュリティ面を担保したりですとか、あと効率的な相談対応できる、一応今提供できている形、以上はい。となります。はい。今井さん、ありがとうございます。はい。では、続いてまいります。NPO の経理業務は一般的な会社の経理とは異なりますか？大変ですか？これは、まず、渡辺さんお願いします。はい、経理にもご質問いただきましてありがとうございます。そうですね、一般企業とは異なる会計基準、NPO 法人会計基準というものがありまして、そちらにのっとって会計業務を行っています。大変なことですね。大変なこといくつかあるんですけれども、その一つにですね、助成金ごとに区分して管理する、会計管理をする必要があるっていう点があります。あなたの居場所の活動資金なんですけれども、現在大部分を厚労省の助成金が占めてます。皆さんの税金ですね。ですので、毎年、経費の申請書を、できる限り、計画して緻密に作成して、で、それを申請した通りに消化していくために進捗管理を行い、で、最終的に支出報告書を策定するという、一連の流れにですね、かなり多くの時間を割いているっていうところがあります。で、年度によって助成金の数違うんですけれども、2つの時は2つ、あと、最近はウェルネスサポートも分けて管理してますし、そういうふうに区分して管理しております。あともう一点ですね、私たち今、認定 NPO になることを目指しています。で、認定 NPO に無事なれますと、寄付者の皆様にですね、税額控除っていうメリットが発生しますので、もうここはぜひぜひ実現したいところなんですけれども、そのためには法人運営ですとか、法人の事業活動が適切に行われているっていうふうに認められる必要があります。で、この審査を、通過するためにですね、厳格な基準がたくさんありまして、その基準を一つ一つクリアしたりですとか、また一旦、基準をクリアしたけれども、そこから外れることがないように、キープできるように注意しながら業務を進めています。こんな感じで、一般企業と違った大変さっていうのがあるんですけれども、最近、経理部門の体制も少しずつ整って、あと、NPO に詳しい税理士の先生についていただいて、サポートしていただいたり、最近はできております。で引き続きですね、法人運営支える体制を強化していければなというふうに思っているところです。そしてですね、ご支援、ご協力いただいている皆様ですとか、あなたの居場所に興味を持っていただいている皆様に、よりスムーズに丁寧な会計報告ができるように、今後、引き続き取り組んでいきたいなと思っています。すいません、最後、抱負のようになってしまいましたが、はい、これで回答とさせていただきたいと思います。はい。渡辺さん、ありがとうございました。はい。皆さん、あれですかね、聞かれていかがでしたかね。私もですね、関わるまではこんな世界があったのかっていうのを、本当に思ってまして、で、だからこそ、いろいろな制約がありながらも、本当に透明性を持った、事業活動をしなければいけないと思ってますし、今回ですね、第1回目の活動報告会、本来は、4月、3月締めなので、もっと早いタイミングで、できなければいけないんですが、ちょっとこのタイミングになりました。ただし、やはり
いろいろなところが閉まって、それを早く世の中に発信する皆様に展開するというのは、来年はですね、ぜひもっと早いタイミングでできるように整えていきたいと思いますし、より透明性を持った活動報告をさせていただきたいと思っております。はい。一応質問はですね、以上で、終わりとさせていただきます。改めて皆様の、ご質問いろいろいただきましてありがとうございました。で、最後にですね、あと3分ほどありますので、私がよく受ける質問という中で、やはり相談員様の、ボランティア相談員のケアといったところです。で、一部、理事の上原さんもおっしゃっていましたが、私たちはですね、この相談員に対しても安心安全な、形で相談対応していただくように、常日頃心がけてますし、常にそこを意識しながらいろいろな制度を変えたりしておりますので、ぜひですね、そこはもし、少しでもオンラインでできるボランティアだったら、やってみたい。そういうような、お声がありましたら、ぜひですね、私たちに、賛同いただければと思いますし、他にもですね、ボランティアできないけど、他に何か支援ができないかということであれば、ご寄付、もしくはですね、皆様が所属されているいろいろな部署と私どもの接点を考えていただいて、何か一緒にできそうであれば、もう忌憚のないお声をですね、いただければと思います。これからご紹介します、アンケートでも結構ですし、私どもウェブページに問い合わせ先もご用意しておりますので、ぜひ、忌憚のないご意見をいただければと思います。はい。では、第2部の、この QA タイムは終了させていただきます。小倉さん、お返しします。皆さん、そして登壇者の皆さん、ありがとうございました。これをもちまして、あなたの居場所2024年度活動報告会、望まない孤独のない社会の実現に向けてを終了とさせていただきます。本日は長時間にわたり、最後までご参加いただいた皆様、本当にありがとうございました。そして日頃から温かいご支援をくださっているすべての支援者の皆様に、心よりお礼を申し上げます。今回の活動報告会を通じて、私たちの活動とその思いが少しでも皆様に伝わっていますと幸いです。そしてここで一つお知らせがございます。今年の冬頃に、あなたの居場所、法人設立5周年イベントの開催を予定しております。本日お伝えしきれなかった、これからのあなたの居場所が目指す社会や、その実現に向けた具体的なアクションについて、より深くお話しする機会にしたいと考えております。詳細が決まりましたら、改めて皆様にご案内させていただきますので、ぜひご期待ください。私たちはこの活動を発展させていくために、皆様との継続的なつながりを大切にしていきたいと考えております。今後も変わらぬご支援をいただけますと幸いです。ご退出の前に、チャットに投稿したアンケート URL より、アンケートにご協力をお願いいたします。今後の活動やイベント運営の参考にさせていただきますので、ぜひご感想をお聞かせください。皆様、本日はお忙しい中、ご参加いただき、誠にありがとうございました。またのご参加を心よりお待ち申し上げております。